皆さんこんにちは。スープで健康を届けたい幸せベジスープ、ご覧いただきありがとうございます。今日は基本的な寄せ鍋のお出汁です。これをご覧いただくと、寄せ鍋のお出汁こんなに簡単やったんと思われると思います。そしてお鍋に入れていただくといいお出汁が出て、ふっくらと美味しい鶏のつくねもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。寄せ鍋スープの材料です。分量で覚えるのではなくて、割合で覚えていきましょう。みりん、薄口醤油1に対してだしは12です。この割合さえ覚えておけば、今日のように2人前、家族大勢で4人前と作りやすいですし、ちょっと鍋スープを足したいときにこの割合で少量作ればとても重宝します。鍋物をするときに私は白菜の切り方に少しこだわりがあります。まず根元を落とし、これはベジブロスに使います。今まで白菜のような単色野菜はほうれん草などの緑葉食野菜に比べて栄養価が低いと考えられてきましたが、ファイトケミカルの観点から考えると、白菜に含まれるグルコブラシシンはがん細胞を死滅させる作用が強いということですよ。捨てるのはもったいないですね。白菜の上の部分は同じようにざく切りにされると思います。私のいつもの切り方は、根元の白い部分を繊維に沿って縦に切ることです。火の通りが早いのに歯ごたえが残り、何より大きな白菜より口に入れやすいんですよ。次は鍋に入れる鶏つくねを作っていきましょう。鶏つくねの材料表です。今日は鶏もも肉のミンチを使いました。胸肉でもいいですよ。ミンチ肉に卵と生姜汁を加え、混ぜるというより卵液を肉の中に吸い込ませることがとても重要です。火を通した時にふっくらとしたつくねになります。みりん、醤油で調味し、これもよく混ぜます。最後に片栗粉に同量の水を加えてよく混ぜてから加えます。水溶き片栗粉にすることで、ふっくらにプラスよりふわふわにしてくれます。今日はこんな材料でお鍋をしてみます。では煮ていきますね。お好みの野菜、きのこ、豆腐を加えて、再び煮立ってから鶏つくねは加えます。これからの季節、寄せ鍋スープは本当に重宝します。割合は1112ですよ。ぜひ覚えてくださいね。鶏つくねは市販品では味わえないやみつきになる食感です。ぜひ味わっていただきたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。いいなと思ったら励みになりますので、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。詳しい作り方は下の概要欄にも載せております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。